はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は TWS ですね。ダンジジムミノです。今年はほとんど TWS はレビューしなかったですね。まあね、今回はダンジジムの TWS だから興味湧いたんでレビューすることにしたんだよ。以前買ったダンジジムエコーは結局レビューしなかったんですよね。そう、タイミングを逸してしまったね。エコーに比べるとミノは価格も手頃だし ANC もついてるんで普段使いのエントリーモデルになるかな。あとダンジジムの TWS のチューニングに興味あるんだよね。どういうこと？優先モデルっぽいチューニングだと嬉しいなーって思ってさ。ああ、そういうことね。気になる結果は一通り見てからの音質編でね。さて、まずパッケージ内容ね。イヤーチップは3ペア、1ペアは装着状態。あとはご覧の通りシンプルね。上のブツブツは交換用フィルターね。ミミィちゃん、言い方、つぶつぶね。ああ、それな。外観はどんな感じ？スティック部分は短めに感じるけど、サウンドピース、カプセル3プロと比べてみたら同じぐらいだったわ。デザインの違いで短めに見えただけのようね。タッチ操作は平らになってるから触るときわかりやすいわ。ステム先端は楕円形ね。マイヤーチップに交換するとき、ちょっと気になるかな。片側 4.3g で軽いし、装着してみて特に気になる点はなかったわ。再生中本体を外すと再生が停止する検知器用付き。装着すればまた再生。時々おせっかいに感じることもあるけど、まあ何気に便利。終電ケースは本体が見えるように上部が透明で可愛い。スペックは連続使用時間が6時間、ANC 使うと5時間、ちょっと短めに感じるかな。ケース込みで最大37時間か。これはあんまり気にしたことないのよね。カラバリは3色あるけど、愛はピンクがいいわ。それならレビュー終わったらこれ持ってっていいよ。やったー。じゃあ頑張ってレビューしようっと。スペックの続きは、対応コーテックが SBC と AAC、ここはもう少し頑張ってほしかったかも。Bluetooth バージョンは 5.3、ニューモデルだからね。IPX4 だから水滴くらいなら大丈夫だけど、できれば水気は避けたいわ。価格が6000円台。Amazon でも扱い始めたようね。7000円台だわ。ANC はマイナス 45dB の効果ってことで結構効きそう。ソニー WF1000X Mark IV ほどではなく、サウンドピーツカプセル3プロと同程度か少しいいぐらい。家のファンヒーターのノイズはほとんど聞こえなくなる。バスや電車内でもオンとオフではかなり違う。外音取り込みも聞き具合は悪くない。遅延は最大 45ms って書いてあるけど、音ゲーではズレを感じたよ。アプト XLL 対応のモデルをつないでみると、同じ音ゲーが全然やりやすかったんで。接続環境にもよるんだろうね。うちの環境では 45ms ではなかったようだけど、映像コンテンツの視聴程度なら全く問題なかったよ。ドライバーはフラッグシップグレードの 10mm ダイナミックタイプが1機。詳細は上の通りね。ダンジジムなのでこの辺りにも期待大。さてここからは波形を見ながらね。ミノはこんな感じ。詳細はサウンドチェックの後に触れるとして、次は同じダンジジムのエコーを重ねてみた。この辺が似た雰囲気ですけど、低域はミノよりさらに控えめで、小域は結構違いますね。そうだね。両モデルとも優先モデルに近い雰囲気のチューニングに見える。ちなみにもう一つ、サウンドピーツカプセル3プロ。これがジャックさんの言う TWS に多く見られるタイプのチューニングなの？まあそうかな。低域を持ち上げた分、低中域から中域を結構な幅とレベルで抑えてるように見える。聞いてみるとドーンときてすっきりした印象で聞きやすいけどね。どうしても中域が薄くなるよね。優先モデルとの差別化なのか、少し派手なチューニングにしないと TWS 市場で戦えないのか、何か事情があるんでしょうかね。そうなのかもね。じゃあ今回はこの3モデルでサウンドチェックするの？いや、ダンジジムの2モデルにしたよ。TWS はとにかく手間がかかるんで3モデルは無理だった。大変そうでしたものね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ウンドチェックでした。おおむね派遣比較の通りの差に感じましたね。だね。エコーは攻撃型なの分かってたけど、再確認できた感じ。価格はミノの倍以上するし、アプト X アダプティブにも対応してるけど、ANC はないなど、ミノとはターゲットとする顧客層が違うモデル。優先モデルっぽいボディだし、収録音では伝わらない空間の広さもある。発売から1年以上経つと思うけど、いいモデルだと思うよ。ダンチジムの TWS はエコーとミノしかないのかな？多分そうだね。さて、ミノの印象なんだけど、割と優先モデルっぽいチューニングなのが気に入ったよ。低域もそんなに強調していない。聞いてわかるのは、この帯域が結構出てるなぁと思ったこと。ボーカルをメインで聴く人にはいいと思うよ。その上の帯域は極端に出していないから刺さる感じもない。低域をそんなに強調していないのはいいけど、100Hz 過ぎから結構抑えられていて、軽い感じになっちゃうのがちょっと残念。なので、ミノは中高域型になるかな。この帯域をもう少し落ち着かせると、個人的にはもっといいと思うので、気になったら EQ 補正もありだと思うよ。ついでに気になった低域のカーブも一応調整してみたわ。そうですね。愛もちょっと中高域がきつく感じていたので、この調整やってみます。低域もワンポイントでいいんですね。これならすぐできそう。ミノの価格帯は他メーカーでも優秀なものが多いので、対応コーデックで見劣りしたりする部分があるのは確かです。タンチジムの優先モデルが好きな人じゃないと手を出しにくいかもしれませんが、チューニングの傾向に好感が持てたので、これからしばらく普段使いにしてみようと思います。ジャックさん、ミノは愛にあげるんでしょ？あ、そうだった。忘れてた。じゃあ、愛ちゃんが普段使いにしてちょうだい。了解です。ピンク、嬉しいなぁ。ということで、ダンチジムの TWS、ミノのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。